噛むながら戒め申すぞ。世界は今、未曾有の大峠に突き進んでおる。戦火が広がり、天変地異が続き、人の心は貪りと恐れに満ちておる。溢れる情報に飲まれ、目に見えぬ不安にとらわれ、そなたたちは何を信じ、どこへ向かえばよいのかわからなくなってはおらぬか。そなたよ、冷静を磨け。今この時ほど、魂を磨かねばならぬ時代はないのだ。そなたの内なる光が曇れば、いかなる知恵も力も役には立たぬ。天地の声はいつの時代も静かに語りかけておるが、耳を澄まさぬ者には届かぬのだ。霊性は避難所ではない。そなたたちが進むべき道を照らす、唯一の羅針盤なのだ。さあ、これからそなたたちに、その理由と方法を、一つ一つ授けていこうぞ。心を澄ませ、この声に真摯に向き合うのだ。第一章、今こそ魂を磨き、天命を果たせ。そなたたちよ、耳を澄ませよう。この世は今、かつてない大峠に差し掛かっておる。戦が起こり、病が蔓延し、大地は揺れ、空は荒れ狂う。だがこれは、偶然の連なりではないのだ。天地は、建て替え、立て直しの時を迎えた。私はこのことを予言してきた。この乱世は、新たな世が生まれるための、生みの苦しみなのだ。そなたたちは今、この大きな流れのただ中にいる。恐れるな。嘆くな。必要なのは、内なる羅針盤を磨くこと。それがすなわち、霊性を鍛えるということなのだ。この混乱の渦の中で、何が正しく、何が誤りなのか、その判断すらつかなくなっておる者も多いであろう。朝起きても、胸が重く、夜眠る時にも、不安が押し寄せる。それは当然のことだ。今この地上は、天地の大きな洗い清めの時なのだから。だからこそ、そなたの魂は、この混沌の時代を生き抜くための、唯一無二の道しるべなのだ。外に答えを求めてはならぬ。新聞も書物も、誰かの言葉も、すべては風に流される葉に過ぎぬ。そなたたちが信じるべきは、己の内に響く、天の声である。だがその声を聞くには、心の曇りを払い、耳を澄ませねばならぬのだ。怒りに支配され、そねみに溺れ、恐れに縛られ、迷いに沈むその時、そなたの内なる羅針盤は、音もなく狂ってゆく。そのまま進めば、道は必ず、闇へと続く。まずは己の魂を澄ませよう。川の水が石を越え、砂を越え、やがて清流となるように、そなたの心も、払い、沈め、そして招く。この三つの段階を経てこそ、天地の声は、そなたの耳に届くのだ。忘れるでない。この世の乱れは、そなたの心の乱れの写し絵なのだ。私はかつて、この日の到来を幾度となく予告してきた。大元の予言を思い出すがよい。天変地異、経済の困難、人心の荒廃、そのすべてが今この瞬間、現実となっておるだろう。だが恐れることはない。大峠は試練であると同時に、霊性を開く最大の好機でもあるのだ。そなたたちは、選ばれし魂たち、この時代に生まれ、この世に立つことを、自ら願ってきた者たちなのだ。だからこそ私は言う。そなたたちよ、目を覚ませ、心を磨け。天地は、そなたたちがこの試練を越えることを待っておる。これより私が、その道を一つ一つ明かしていこう。一つのこさず聞き、しかと胸に刻むがよい。一人一人がこの大峠を越えねばならぬ。誰かが代わりに道を切り開いてくれることなど決してないのだ。逃げることはできぬ。だからこそ魂を鍛え、心を澄ませ、そなた自身の力で、この混沌を光に変えてゆくのだぞ。
第2章、汚れを払い、心を鎮め、光を招け。そなたたちよ、よく聞くがよい。この大峠の時代を超えるには、まず己の内側を清めねばならぬのだ。霊性とは、ただ天を仰ぎ、願いを捧げるだけで、開かれるものではない。まずせねばならぬことは、払い、である。心の奥底に積もり重なった。怒り、憎しみ、そねみ、恐れ、それらの負の想念が、そなたたちの魂を曇らせておる。まるで、磨かぬ鏡のように、何も映さぬ状態なのだ。まずはこれを、払い落とすこと。朝の光を浴びながら、深呼吸をし、ありがとう、おかげさま、と、口に出して言ってみよう。それだけでも、邪気はわずかずつではあるが、払われてゆくものぞ。日々の積み重ねが、そなたたちの霊性を、次なる段階へ導くのだ。私がかつて幾度も説いてきた。掃除に始まり掃除に終わる、という教えも、この払いの一つである。家の隅にたまる埃と同じく、そなたたちの心にも、知らぬ間に檻がたまっておるのだ。朝起きたら窓を開け、部屋の空気を入れ替えよう。そして、今日も一日ありがたく生きます。と宣言せよ。小さき行いの積み重ねが、大きな浄化となるのだぞ。次に必要なのは、鎮め。払った後の心は、まるで、水面が揺れる池のようなもの。その揺れを鎮め、澄んだ鏡のようにせねばならぬ。感情の波に、飲まれてはならぬぞ。腹が立ったとき、悲しみに沈んだとき、恐れに支配されたとき、そのすべての瞬間に、深く息を吸い、そっと目を閉じ、天地を思え、心の中に、一本の柱が立つように、己の中心を感じるのだ。私が授けた、静寂の肩を思い出せ。背筋を伸ばし、足を大地につけ、両手は膝の上に置く。ゆっくりと3度、深く息を吸い、そして吐く。これを習慣にせよ。感情は嵐のようなもの。その嵐が過ぎるまで、己の中心にとどまるのだぞ。感情は火のごとし、怒りに身を任せれば、炎となり、周囲を焼き尽くす。悲しみに沈めば、水底に沈む石のように、二度と浮かび上がれぬ。だからこそ、沈めが大切なのだ。感情の波を、一歩引いて見つめること。それができる者こそ、誠に狂気者と言えるのだぞ。私はかつて、激しい怒りにとらわれた者、静寂の中で一晩座らせたことがある。朝になれば、その顔には、まるで別人のような、穏やかな光が宿っておった。これが鎮めの力なのだ。そして最後が、招き、である。これはそなたたちが、天地と一体となるための、最も神聖な瞬間なのだ。心が清まり、静まり返ったその時、そなたのうちに、天の光が差し込む。朝日が雲間から差すように、一筋の光が、そなたたちの魂を照らす。その光を、恐れず受け入れよう。両手を胸の前で合わせ、天に向かって一言、導きたまえ、と唱えるがよい。その瞬間からそなたの中に、新たな力が流れ込む。行き詰まっていた道が開けてゆくであろう。これが、払い、鎮め、招き、3段階の修行である。これを日々欠かさず実践せよ。そなたたちの魂は必ずや、輝きを取り戻すであろうぞ。忘れるでない。この3段階は、今日からすぐにできることなのだ。待つことなく、この瞬間から始めよう。第3章、言霊を響かせ、魂の波動を済ませよう。そなたたちよ、言葉の力を甘く見てはならぬ。私が幾度となく説いてきたこと。それは、
言霊は運命を決めるという真理である。口から発するその一言が、そなたたちの未来を形作る。朝起きた時の一言、人と交わす何気ない言葉、心の中でつぶやく独り言、そのすべてが、そなたたちの霊的周波数を左右するのだ。ありがとう。おかげさま。この二つの言葉を、一日に何度こうにしておるか。もし心当たりがないならば、今すぐ改めることだ。そなたの言葉は、目には見えぬが、天地に響き、必ずやそなたに戻ってくるものなのだ。私が若き日より実践してきたこと、それは、一日を言霊で始め、言霊で終えること。朝目覚めたその瞬間から、まず一言、ありがたい、と唱えるのだ。太陽が昇るその光を浴びながら、心の底から、その日の命に感謝を捧げよう。この小さな積み重ねが、やがてそなたたちの運命そのものを変えていくことになる。忘れるでない。言葉には力が宿るのだ。言葉と同じく大切なのが、そなたたちの息である。呼吸は、見えざる祈り、そして、霊性の流れそのものなのだ。朝の静けさの中で、大きく深く息を吸い込み、天の清らかな気を胸に満たせ、次に、ゆっくりと吐き出し、その息が、知恵と感謝を運ぶことを感じ取れ。これを、天地呼吸、という。そなたたちは、日々忙しさに追われ、浅い呼吸を繰り返しておるが、その習慣こそが、心を曇らせ、霊性の流れを滞らせている元凶なのだ。一日たった1分でもよい。朝夕2回、この天地呼吸を実践せよう。するとどうだ。胸の奥が温かくなり、不安や恐れが、ふっと軽くなるのを感じるであろう。これこそが、天地とのつながりが、戻ってきた証なのだ。私自身、幾度も天地呼吸を繰り返し、数多の困難を乗り越えてきた。ある日、嵐の夜、一歩も前に進めぬほどの激しい風の中で、私はただ一つのことをした。深く息を吸い込み、天地の力を胸に収め、ゆっくりと吐き出す。その瞬間、心の中の恐れが、まるで霧が晴れるように消えたのだ。天地呼吸には、それほどの力がある。そなたたちもまた、この術を日常の中に取り入れるべきである。さらにそなたたちに伝えておく。言霊と呼吸は、決して別々のものではない。そなたが言葉を発するとき、そこには必ず息が伴う。つまり、息と言葉が重なったとき、最も強い波動が生まれるのだ。朝の深呼吸の後、一言こう唱えてみよう。今日もすべてに感謝いたします。夜眠る前には、今日も一日、守り導きたまい、ありがとうございました。この習慣を毎日続けよう。最初は小さな変化かもしれぬ。だがある朝、目覚めた時に気づくだろう。そなたの心が、以前よりも軽く、柔らかく、そして澄んでおることに、これが、言霊と天地呼吸の力なのだ。言葉と息が合わさることで、そなたたちの波動は、驚くほどの速度で澄んでいく。小さきことと侮るな。言葉一つ、呼吸一つが、未来のすべてを変える。そなたたちが今日から始めるその一言が、明日、来月、来年、そして10年後の運命を新たに刻んでいくのだ。信じて実践せよ。この世は、そなたたちが発する言葉と息で作られておるのだから。第4章、苦難を鏡となし、己を照らせ。そなたたちよ、人生において避けて通れぬものがある。それが、試練である。病に倒れることもあろう。大切な人を失うこともあろう。金銭に困窮することも、人間関係に苦しむこともあろう。なぜ私が、
あえてこのことを語るのか。それは、その一つ一つが、そなたたちの魂を磨く、大いなる機会だからだ。試練とは、天がそなたたちに向けて差し出す、一枚の鏡である。その鏡に、そなたたちは何を映しておるか。怒りか、そねみか、諦めか、それとも、感謝か、学びか、成長の目か、己の姿を正しく見ること。これが、大峠を越えるための、最初の一歩なのだ。試練の正体は、そなた自身の内にある、影の写し絵なのだ。他人を憎むその心、自らを責めるその思い、それらが、この現実という鏡に映り出されておる。そなたたちは、鏡の中の自分と、真正面から向き合ったことがあるか。嫌な感情が湧き出るたび、逃げずにそれを見つめ、これは私の学びである、と、受け入れたことがあるか。この問いかけに、今、答えてみよう。私のもとにも、数多くの者たちが、悩みを抱えて訪れた。なぜ自分だけがこんなに苦しまねばならぬのか。そう嘆く声を、幾度も聞いてきた。だがその度に、私はこう答えてきた。そなたの魂は今、磨かれておるのだ。と、苦難は、魂の錬磨である。職人が刃を研ぐように、天はそなたたちの魂を、鋭く、しなやかに磨き上げようとしておられる。その過程は時に痛みを伴う。だが忘れるでない。痛みのない成長など、この世には存在せぬ。そなたたちが乗り越えたその先に、必ずや新たな光が差す。だから、逃げることなく、この鏡と正面から向き合うことだ。私自身、かつて幾度も、この試練の鏡と向き合ってきた。人に裏切られた夜、病に伏した日々、誤解を受け孤立した時、そのすべての瞬間に、私は一つのことを自らに問うた。この出来事は私に何を教えようとしておるのか。その問いに答えが出たとき、心の霧は晴れ、次の一歩が見えてきたものだ。そなたたちにもできる。今こそ、自らの影を光に変える時である。私は過去に、大峠のただ中にある者たちに、ある儀式を授けたことがある。それは、試練反射の祈り、である。夜、静かな部屋に一人座し、ろうそく一本を灯す。その火をじっと見つめながら、こう唱えるのだ。この苦しみの中に、天の御心を見出さん。最初は涙があふれるであろう。心が震えるであろう。だが繰り返すうちに、そなたの心は次第に静まり、やがて内なる光が、その闇を照らし始める。私はその光を、何度も見てきた。苦しみは、必ずやそなたたちの糧となる。そなたたちはその試練を、乗り越えられる力を、すでに持っておるのだから、信じて歩み続けよう。この祈りの中で、そなたたちは気づくだろう。試練の裏には、必ず天の愛が隠れておることに、そなたが涙を流すとき、天はそのすべてを見守っておる。そなたが前に進むとき、天地はその歩みを支えておる。だから、今この瞬間から、試練を恨むことをやめよう。そのすべてを、魂を磨くための贈り物として、受け入れるのだ。さあ、そなたの中に眠る光を、呼び覚ませ、大峠を越え、その先にある、新たな世界へと、踏み出すのだぞ。第五章、いっぱいをもって、日常を信じとなせ。そなたたちよ、霊性を磨くとは、特別な場所で、特別な日にだけ祈ることではない。むしろ、日々の暮らしの中にこそ、その本質は宿っておるのだ。私が幾度も伝えてきた教え。それが、一日いっぱい、である。朝起きたならば、まず東の空に向かっていっぱいする。
太陽の光を浴びながら、静かにこう唱えるのだ。本日も命をいただき、誠にありがたく存じます。その一杯に、そなたの真心を込めよう。眠気まなこであってもよい。短くても構わぬ。大切なのは、感謝の念を、胸の奥から湧き上がらせること。それができたとき、そなたの一日は、すでに祝福で満たされておるのだ。私は日の出前に起き、山の稜線に向かって両手を合わせることを、日課としておった。冷たい空気の中、身を震わせながら、本日も天地と共に行きます。と、声に出して祈ったものだ。そなたたちも、その心持ちを忘れるでない。朝の一杯は、一日のすべての基礎となる。その心が整えば、どんな困難にも、揺るがぬ自分を保つことができるであろう。日中においても、心に留めておくべきことがある。食事をいただく前に、一呼吸置いて感謝を捧げる。道を歩くときには、足元の大地に思いを馳せる。庭の草木に水をやるときも、育ってくれてありがとう、と、心の中でつぶやくのだ。そなたたちが、無意識に言っている所作一つ一つが祈りとなる。それが、生活を真摯に昇華する、ということ。私は掃除をするときにも、心を込めて、清め、の気持ちで取り組んだ。ほうきを持つ手に、天の光が宿ると信じておった。そなたたちも、今日からそのように生きよう。すべての行いが、天地への感謝となり、その度にそなたたちの霊性は、一段ずつ高まっていくのだ。さらには、人との出会いにも心を配れ。道ですれ違う人に、そっと微笑みを向ける。隣人に挨拶をする。その一つ一つが、祈りの延長なのだ。他者との関わりの中に、感謝と敬意を込めること。これが、霊性を磨く日常の下りである。私は道を歩くときも、すべての石、すべての草木に、目には見えぬ霊を捧げておった。そなたたちも、今日から心して、そのように生きるがよい。そして夜、そなたたちが床につく前に、もう一度手を合わせよう。胸に両手を当て、そっと目を閉じる。一日の出来事を思い返しながら、こう心で唱えるのだ。本日も無事に過ごせたことを、心より感謝いたします。この一杯が、そなたたちの魂に、安らぎと力を与える。眠りの間にも、その感謝の波動は、天に届き、そなたの周りを優しく包み込むであろう。一日一杯。それは小さきことに見えるかもしれぬ。だが、この積み重ねが、やがてそなたたちの人生を大きく変えていく。今日からでよい。まずは一杯から始めよう。そなたの一歩が、未来の光となるのだぞ。一日を締めくくるその時、たとえ辛い一日であっても、ありがとう、と唱えて眠りにつくこと。それがそなたたちの魂を、一層輝かせる。そしていつか気づくはずだ。そなたの日常が、いつの間にか、小さな神事の連なりとなっておることに、朝の一杯、昼の感謝、夜の祈り、その積み重ねがそなたの未来を、大いなる光で満たしていく。さあ、今日というこの瞬間から霊性を磨くのだ。そなたたちの歩みを、天もまた見守っておられるのだから。噛むながら、たまちはえませ。いかがでしたか。出口鬼三郎が説いた、霊性を磨く生き方と重要性についてお話ししました。この混沌の時代、一人一人が内なる光を育て、世を照らす存在となることを、心より願っております。もし今日のお話が、皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に、100を、改善点やご意見がありましたら、0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、
とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も偉人の言葉を配信していきますので、通知をオンにして、次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。また、メンバーシップを始めたので、当チャンネルを応援、ご支援してくださる方は、ぜひご加入お願いいたします。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。